皆さん、こんにちは。パルです。今日は2月3日です。皆さん、2月3日は何の日か知っていますか？今日は節分の日です。節分。ということで、今日のポッドキャストでは節分についてお話ししたいと思います。節分は毎年2月3日頃、災いや邪気を追い払って、一年の健康と幸福を願う伝統行事なんです。じゃあなぜ2月3日ではなくて2月3日頃なのかというと、もともと季節の変わり目である立春、立夏、立秋、立冬の前日を節分と言っていました。ですが、新年の始まりとなる立春の前日だけが特に重要視されて今に至ります。さっき出てきた立春、立夏、立秋、立冬はそれぞれ春が始まるとき、夏が始まるとき、秋が始まるとき、冬が始まるときを表します。なので、今の節分、立春の前日も年によって変わります。だから、さっき2月3日頃と言いました。基本的には2月3日なんですけど、稀に2月3日ではない時があります。なので、簡単に説明すると、この節分っていう言葉の意味は、もともとそれぞれの季節がこれから始まるよっていう意味を表してたんだけど、近年では春が来るよ、新しい一年が来るよっていう意味を表します。じゃあ、この節分の日、具体的に何をするかというと、まず豆まきをします。豆まきっていうのは、鬼は外、福は内と言いながら豆をまきます。で、この鬼は外、福は内っていうのは、鬼、災いとか、あとは邪気とか、悪いものは外に出して、幸福とか、いいものは中に入れましょうっていう意味です。このセリフを言いながら、鬼に対して豆を投げます。これが豆まきです。よく TikTok とかで見かけるのは、親が鬼に扮して子供たちが豆を投げるっていう光景をね、TikTok で最近見ます。先生も将来もし子供ができたら鬼になって豆を投げられに行きたいです。わーって言って、子供たちが、鬼は外、福は内ってね、言ってるのを想像してます。次は恵方巻きを食べます。恵方巻きを食べるっていうのは、その年の恵方を剥いて無言で太巻きを食べる風習のことです。恵方っていうのは縁起がいい方向のことで、毎年この方向は変わります。そして食べている間は一言も喋ってはいけません。なので結構大変なんですよ。で、友達とか、先生の場合は弟がいるんですけど、兄弟とかがふざけて先生が恵方巻きを食べている時に喋りかけたりします。ここで我慢して食べたら勝ちです。我慢できずに話しかけられた言葉に乗ってしまったら、これはルール違反ですね。ダメです。実際に何か悪いことが起こるわけではないけど、この風習上はダメということになります。ちなみに今年の恵方は南南東らしいです。なので今年は南南東を向きながら無言で恵方巻きを食べます。できれば恵方巻きを食べているとき、話さないで頭の中で願い事をするといいです。願い事は何でも OK。先生はいつもおばあちゃんが長生きできますようにって願いながら食べています。もし日本に住んでいる方がいたら、ぜひスーパーに行ってみてください。2月3日、節分の日のスーパーにはたくさん恵方巻きが並んでいます。いろんな種類があったりするので、見て
良さそうなものを1本買って食べてみてください。節分の日によく行われるのは、豆まきと恵方巻きを食べる。この2つですね。この2つはする人も結構多いです。他にも、ヒイラギイワシといって、ヒイラギの枝にイワシの頭を刺したものを玄関に飾って魔除けとするものもあります。先生の家ではしたことがないんですけど、しているお家もあります。そしてあともう一つは豆を食べることです。この豆は自分の年齢の数、もしくは年齢プラス1個の豆を食べて1年の健康を祈ります。なので先生の場合は26個、もしくは27個の豆を食べます。でも先生そんなにこの豆が好きじゃないので食べません。これは全然しないです。ただ、恵方巻きは毎年食べるようにしています。はい。では今日は簡単に節分がどんな日なのかをお話ししました。今日紹介した4つの行事、もちろん全部する必要はないんですけど、もし興味があるものがあれば、みんなも体験してみてください。先生もさっき言った通り、だいたい恵方巻きしか食べないので、他の行事体験した人がいたら教えてください。では先生は今年の節分、みんなの一年の健康と幸福も、お祈りしておきます。じゃあ今日も先生のポッドキャスト聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。みんなまたね。バイバーイ。